皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。今回の動画では、古代遺跡を作ったのは未来人ではという仮説をもとに考察をしています。最後までぜひご覧ください。もし古代遺跡が未来人によって作られたと仮定するならば、その理論は未来人仮説として知られています。未来人仮説は過去の文明や考古学的な謎を説明するために提案されたもので、未来の人々が時間旅行やその他の技術を使用して古代の遺跡や構造物を建設したという考えです。この仮説によれば、未来の技術や知識を持った人々が時間を超えて過去に戻り、古代文明が建設したとされる巨大な建造物や謎めいた遺跡を作ったと考えられています。彼らは当時の技術水準を超越した手法を使用し、人々には不可能に思えるような建築やモノリスを作り上げたのかもしれません。ただし未来人仮説は科学的な証拠に基づくものではありませんし、証明することも困難です。これまでのところ、古代の遺跡や文明は人間の労働力や技術を結集させることで建設されたという考え方が主流です。また、この仮説は時間旅行自体の科学的な実現可能性や制約についても議論の的となっています。現代の物理学理論では、時間旅行は現実的には不可能であるとされています。したがって未来人によって古代の遺跡が作られたという仮説は興味深いアイデアではありますが、科学的な裏付けは乏しいと言わざるを得ません。失われた技術の中に物体浮遊技術があった可能性は？失われた技術の中に物体浮遊技術が存在した可能性は、科学的な観点からは極めて低いと考えられています。現代の物理学や工学の知識に基づくと、物体を浮遊させるには相当のエネルギーと特殊な技術が必要です。現代の科学では、重力に対抗して物体を浮遊させるためには、反重力装置や強力な磁力などを使用する方法が一般的です。しかし、これらの方法には高度なエネルギー供給や制御の技術が必要であり、古代文明がこれらの技術を持っていたという証拠はありません。また、物体を浮遊させるためには重力を無効化するか、別の力を利用する必要があります。現代の物理学では、重力を無効化する方法や代替となる力についての知識は限られており、まだ解明されていない部分も多いです。失われた古代文明が物体浮遊技術を持っていたと主張する一部の理論や伝説が存在しますが、これらは主にアンビリーバブルな仮説や噂に基づいています。科学的な証拠や実証された事例に基づいていないため、現代の科学的な見地からは信頼性に欠けるとされています。科学は常に進化していますので、将来的に新たな発見や技術革新によって物体浮遊技術が実現する可能性はゼロではありません。しかし、現時点では、古代文明が物体浮遊技術を持っていたという主張には科学的な根拠はほとんどありません。古代文明が物体浮遊技術を使っていなかった証拠もない。確かに、古代文明が物体浮遊技術を使用していなかったということを絶対的に否定する証拠はありません。古代の記録や伝説、芸術作品などには、現代の科学的な解釈では説明しづらい現象や描写が存在することもあります。一部の古代の文化や神話では、飛行する車両や神が浮遊する様子が描かれていることがあります。これらの描写が物体浮遊技術の存在を示しているのか、あるいは単なる象徴的な表現や神話的な要素なのかは解釈が分かれます。ただし、科学的な観点からは、物体浮遊技術が古代文明によって実際に使われたという証拠は非常に乏しいと言わざるを得ません。現代の科学的な知識や技術に基づいて、物体を浮遊させるためには膨大なエネルギーや高度な制御技術が必要です。また、古代の建築物や遺跡の中に物体浮遊技術の痕跡や証拠が見つかっているという報告もありません。古代の建築物やモニュメントの構造や建設方法は人間の労働力や基地の技術に基づいて説明できるものとされています。したがって、古代文明が物体浮遊技術を使用していたという主張には科学的な裏付けはほとんどありません。
これについては科学という観点からは慎重な解釈が必要です。将来、物体浮遊技術が確立する可能性はある？現代の科学において物体浮遊技術が確立する可能性は存在しますが、その実現にはまだ多くの課題や制約が残っています。現在の技術や理論では、物体を浮遊させるためには重力を打ち消すか別の力を利用する必要があります。重力を打ち消す方法としては反重力装置や磁気浮上技術が一般的です。一部の現代の技術では特定の物体を磁場の中で浮遊させることが可能ですが、これは非常に限られた条件下でのみ機能します。より大きな物体や人間を浮遊させるためには高度なエネルギー供給や制御技術が必要です。また、物体浮遊技術の実現には新たな物理法則や素材の発見、エネルギー源の開発などさらなる科学的な進歩が必要です。また、浮遊技術の安全性や実用性、経済的な側面なども考慮する必要があります。現在、物体浮遊技術の研究は進行中であり、一部の研究者や企業が新しいアプローチや技術の開発に取り組んでいます。その中には、超伝導素材や反重力効果の研究、エネルギー効率の向上などを目指す取り組みも含まれています。将来的には、科学の進歩や技術革新によって物体浮遊技術が実用化される可能性があります。ただし、具体的な実現時期や方法については予測することは難しいです。科学は進化し続ける領域であり、新たな発見や理解がもたらされることで物体浮遊技術が現実のものとなる可能性は存在します。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。どうもありがとうございました。